はい、YouTube、オーノマン TV のオーノマンです。前回のこちらの動画の最後で見せたこれ、実は iPhone 17でした。わかりにくい演出をしてしまったかもしれませんが、実は私が iPhone 17を買っていたというのが本日のお話になります。私はこれまで iPhone 15を2年間使ってました。バッテリー自体もまだまだ十分持ってましたし、動作の遅さとかも感じていませんでした。だから当初私は iPhone 17へ買い替えるつもりは全くありませんでした。ところが今回の iPhone 17は性能はもちろんのこと、見た目的にも iPhone 16からアップデートされました。例えばベゼルが細くなったこと、あとは画面のリフレッシュレートも上がりました。プロモデルのみだったこれらの特徴が今回からは廉価版の iPhone でも採用されたのであります。さらに最低容量が 256GB に引き上げられたにもかかわらず、価格が全モデルからたった5000円増えただけの129,800円。これはね、ジャパネット高田もびっくりのチャレンジデー価格だと思いませんか？ドジャースの山本由伸投手の名言、負けるという選択肢はないにちなんで言えば、買わないという選択肢はないではないでしょうか。しかしここに数字のトリックが隠されてます。 iPhone 17を12万円と思ってはいけません。正しくは129,800円、つまりほぼ13万円なんですよ。某ファストファッションでこのヒートテックの T シャツが980円？安い。このふかふかのフリースが1980円？安いとあれこれ選んでいざ会計してみたら1万円超えちゃったという経験は皆さんありませんか？あれと一緒です。980円は900円ではありません。ほぼ1000円です。話を戻しますが、発売後も私は iPhone 17を購入するつもりはありませんでした。ところがいろんな方の iPhone 17を絶賛しているプレビュー動画を見ているうちに、私は気がついたら iPhone 17を申し込んでました。問題は50代の中年派遣社員である私にほぼ13万円の iPhone 17を買うお金があるかどうかです。注文する少し前のある日、私はタンスの引き出しの奥にしまい込んでいた封筒を偶然見つけました。なんとその中には4万円が入ってました。そのお金は昔私がやってたタンス預金だったのです。仮に iPhone 15が7万円くらいで売却できたら、それに先ほどの4万円を合わせれば実質2万円ほどで iPhone 17が手に入る計算になります。2万円くらいならなんとかなります。最近 iPhone 自体の人気に陰りが出始めたようなのですが、それでもまだまだ人気の iPhone。それなので私は iPhone 15を毎度おなじみのジャンパルで売却したのでありました。私はこちらでは以前に iPhone XS を売却し、その後 Apple のサイトにて iPhone 12 mini を購入しました。私の中では札幌で iPhone を売却するなら、このジャンパラが一番買取価格が高いような気がします。皆さんはどう思いますか？ちなみに iPhone 15を購入する前に使っていた iPhone 12 mini はどこに売ったのかと言いますと、メルカリです。メルカリについては今後メルカリを利用した感想をお話ししたいと思ってます。簡単に申し上げますと、メルカリなどのフリマサイトでは高額商品を売買しない方が良いでしょうというのが私の考えになります。それなので私は今回は iPhone 15をジャンパーで売却したのでありました。ただですね、私が使っていたその iPhone 15には小傷が結構ついていて、買取価格が少し減額されたのは想定外でした。
それでも買取価格は64,900円になりました。私は iPhone 15にはこちらのバンパーをつけてたんですけど、売却前にバンパーを外して iPhone を確認してみたら、本体の側面に結構無数の細かい傷がついてたんですよ。なぜバンパーをつけていたのに無数の傷がついたのか。それはこの商品が中国製だったからです。やはり中国はリスク以外の何物でもありません。私は iPhone 17を Apple Store にて注文しましたが、配送状況を見てみると、なんと中国から発送されていたのには驚きました。日本国内じゃないんですよ。わざわざ中国から私の iPhone 17がやってきたんですよ。ありがとう中国。そして注文してから3週間ほどして無事 iPhone 17が届きました。私はすぐに本体の外観のチェックを行いました。なぜなら前回の iPhone 15ではボディにうっすらと塗料のようなものが付着していたからです。でも今回のは大丈夫でした。今回の iPhone 17から SIM が物理 SIM から eSIM へと変更になりました。若干の吸ったもんだもありましたが、なんとか eSIM への移行もできました。すべての設定が終わり iPhone 17を使った感想としてはやっぱ A ですね。また今回の iPhone 17の購入を決めた機能もありまして、それがデュアルキャプチャーになります。アウトカメラとインカメラの両方を同時に撮影できる機能になります。私のように旅系 YouTuber にとってはとても魅力的な機能だと思いませんか？風景を撮影しつつ、それを見て感動する自分の顔も撮影できるんですよ。試しに先日北海道神宮にお参りに行った際にこのデュアルキャプチャーを試してみたんですけども、感想としては難しいですね。というのは私が iPhone で自分の顔を撮影するときは斜め45度からなんですけど、 iPhone をこうするとアウトカメラのレンズはあっちの方向を向いちゃうんですよ。顔は正面向いてるのにカメラはあっち向きだからね、難しいと感じました。ちなみにこの時撮影した北海道神宮の動画は面白くないので没にしました。ちなみに今回の iPhone 17は前回のような傷をつけたくないので、今回は本体を丸ごと包み込むソフトカバーケースを購入しました。今回の iPhone 17に関してはほぼほぼ満足しているのですが、ただ一つだけ iPhone 17に対して文句があります。それは何かというと、全てにおいての音量が小さくなったということです。以前使ってた iPhone 15では音量を最低限にしてても電話の呼び出し音が聞こえてたんですけど、今度の iPhone 17では全く聞こえない。これまでの3倍ぐらいレベルを上げないと音が聞こえません。 iPhone で YouTube を見るときも同様に全然音が聞こえない。やっぱり音量レベルをこれまで以上に上げないと聞こえません。 iPhone 16はどうだったんでしょう。皆さんの iPhone 17の音量はどうですか。15や16と比べて音量のレベルは変わりませんか。本当ね、今回の iPhone 17で気に入らないのはこの音量の小ささくらいですね。
残念です。今後の iOS のアップデートで改善されれば良いのですが、今回購入したこの iPhone 17によって私の動画の投稿頻度が上がるかどうかは分かりませんが、今後も私の動画を皆さんに見ていただけたら幸いです。ということで本日の動画は以上です。もしこんな勢いで最新の iPhone を買ってしまう派遣社員に興味のある方はぜひチャンネルの登録をお願いします。それでは皆さん、バイバイ。